春が来たってウキウキしてたら犬に噛まれました。娘が飼ってる犬で予防接種もしてるからご安心ください。蚊のしないように朝に晩に消毒して薬をつけて大事にしてました。普段は仲良く遊んでるワンコだったんですけどね、一瞬興奮しちゃって私の手をガブリ。痛かったです。しばらくズキズキと痛んだからいろんな予定をキャンセルしておとなしく過ごしてました。1週間が過ぎてほとんど痛まなくなったから今日から普通の生活です。やりたいことをどんどんやっていけるって幸せですね。怪我とか病気をすると健康で元気に過ごせるのがどんなにありがたいかよくわかります。健康ならそれで十分だよって今は思うけど、そういうことってつい忘れちゃうんですよね。それでちょっと嫌なことがあったり気がめいることがあったりするとそっちの方ばかりに気持ちが引きずられて、ついてないなとか不幸だなとかそんな風に思っちゃう。だから時々ちょっと体調が悪かったり小さな怪我をするのは健康の大切さを思い出させてくれる。そう考えればそんなに悪いことじゃないのかもしれませんね。犬に噛まれたのはショックだったけど、ちょっと頑張りすぎてた自分を見直すきっかけになりました。普通の暮らしの中で好きなことができるってどれほど幸せか。手のひらの傷を眺めておとなしく過ごしながら、そんなことをしみじみと思った1週間でした。田舎に住むいとこがタケノコを持ってきてくれました。電車で片道2時間半、往復5時間、朝掘ったタケノコを頑丈なスーツケースにぎっしり詰めて運んできてくれたんですよ。もしも途中で職務質問とかされてカバンの中身を見せてくださいと言われてスーツケースを開けた途端に新聞紙に包んだタケノコがゴロンゴロンと道に転がり出る。おまわりさんも驚いて大笑いしてくれたらいいななんて一人でそんな場面を空想してクスッと笑いました。もちろん真面目ないとこは職務質問なんてされませんでしたけどね。そんな風に大切に我が家に運び込まれたタケノコ、その日のうちにたっぷりのお湯にぬかと鷹の爪を入れて茹でました。新鮮なうちに茹でたからえぐみは全然ありません。油揚げと一緒に軽く煮ておきましょう。
ずっと前から気になってた郵便受け、曲がったり錆びたりして雨が降ると届いた手紙が濡れるようになりました。今度こそ新しくしないとね。築48年のこのお家にはピカピカのステンレスより素朴な木のポストがしっくりきますよね。ファンシーな郵便受けも素敵だけど、私が作るのは大抵いつもシンプルで機能的なデザインです。油揚げと一緒に煮たたけのこを使ってたけのこご飯を炊きます。下味をつけないたけのこで作るあっさりした炊き込みご飯も美味しいけど、今日の気分はたけのこだけで食べても美味しいこっくりした炊き込みご飯です。塩麹できゅうりの浅漬け、野菜たっぷりごま風味のお味噌汁。たけのこでもう一品おかずを作りましょう。牛肉とたけのこのピリ辛炒めです。具材に味が絡むように片栗粉でとろみをつけますよ。いただきます。我が家に山椒の木はありません。だからたけのこご飯に木の芽は乗せられないのだけど、去年友達がくれた山椒の実を醤油漬けにしておきました。これがたけのこご飯に合うんです。
山椒の実を噛むたびに弾ける香り、ピリリと舌を刺す辛み、これがあるとたけのこご飯が何杯でもいけちゃいます。設計図ができたので板を買ってきました。昨今の物価高騰で木工用の板の値段もうなぎ登り、買いに行くたびに値上がりしてるような、そんな気がします。でもね、指受けは我が家の顔だから端材じゃなくてそれなりにちゃんとした板を買ってカットしてもらいました。長持ちするように木材に防腐剤を塗って一晩乾かします。板を買いに行ったホームセンターでみょうがの苗を見つけました。これどっちが上なんだろう。こうかな。みょうががザクザク取れるのを夢見て塀の際の日陰に植えてみます。この1週間パンが作れなかったから冷凍しておいた手作りパンを食べ尽くしちゃいました。痛みはなくなったといえ手のひらを怪我してますからね。力を込めてパンをこねるのはまだやめておきます。フードプロセッサーでお手軽にピザ生地を作ることにしました。生地を発酵させてる間に郵便受け作りに取り掛かります。このポストのポイントは正面にはめ板を使うこと。1枚の板をペロンと貼り付けるよりぐーんとおしゃれになる、そんな風にアイディアが浮かんできたんですけどね。どうでしょう。どんな風に出来上がるのかは完成してみてのお楽しみです。まずは底板と側面の板を組み立てます。一人の DIY には木材を直角に固定できるコーナークランプは必需品です。下穴を開けてから木ネジを打っていきます。木ネジ？
木ネジどっちが正しいのかな。まあまあまあそれはわからないけど、下穴があっても隅の方にネジを打つと木が割れそうでヒヤヒヤ。こういう時プロはどうしてるんでしょうね。あっという間に1時間が過ぎてピザ作りに戻る時間です。ピザソースはオートクッカーさんにお任せしました。玉ねぎたっぷり美味しそうなピザソースができてますね。ベランダで育ててるバジルを取ってきました。ピザの生地も発酵しました。木工はまだ考え進んでつまずいて戻ってなんてことを繰り返してるけど、料理の方はスイスイ進んでほっとします。ピザ生地を直径24センチに伸ばして膨らみすぎないようにフォークで穴を開けます。買い物をサボったからピザの具が乏しいんですよ。でもまあ自家製のピザソースに玉ねぎがごっそり入ってるからそれも具の一つということで、プリップリのゆでエビをのせてモッツァレラチーズをたっぷり削ってバジルをのせましょう。1人分の小さめのピザだからオーブントースターで焼きますよ。230度で12分ぐらいかな。チーズがグツグツ焼けてる焼けてる。Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know. ふんわりタイプの生地、チーズが伸びますね。美味しいです。お腹もいっぱいになったことだし、郵便受けをどんどん仕上げていきましょう。怖くてビクビク使ってたインパクトドライバーにも随分慣れました。背板をつけたら今度は前側。はめ板はボンドで貼り付けるべきか。このままでも水は入り込まない。まあそう予測してネジで留めるだけにしました。大丈夫かな。
形が見えてきましたよ。あともう少しやる気がアップします。蓋は蝶つがいで留めます。 YouTube で見たやり方を真似てメンディングテープで固定して、下穴を開けて蝶つがいの穴の中心に開けるのが大切みたいだけど、難しい。手こずったけど頑張った甲斐がありました。もったいない。そこに水抜き穴を開けます。実際に使ってみて穴が小さすぎるなと思ったら修正すればいいですよね。支柱をつけます。完成まであと一息頑張ろう。できました。支柱の根元を少し埋めて古いブロックを活用しましたよ。支柱が頼りないように見えるかもしれないけど、郵便受け本体は塀の上に乗るので多分大丈夫。作ったばかりなのに怖いぐらいこのお家に馴染んでます。玄関側からも中が覗けますよ。手紙が来るのが楽しみです。